今回は芝山鉄道線を全線制覇ということでウォーキングしました。でも芝山鉄道線だけだと一区間しかなくて、芝山千代田駅から東成田駅までになってしまうので、それだとちょっと残念だなと思ったので、駅タグが設置されている成田空港駅と JR 成田駅を続けてウォーキングして、最後に JR 成田駅を終着とするという形でウォーキングをしてみました。なので成田空港のあれですね、広い成田空港を楽しみながらウォーキングできるかなと思っていたんですけれども、ちょっと違ったウォーキングになっています。では本編をどうぞ。まもなく終点芝山千代田です。芝山千代田駅に到着しました。芝山千代田駅には初めて降り立つのでちょっとワクワクしてきました。さて、改札を出て出発となります。自動改札なんですね。駅タグをちょっと探してたんですけれども、ふと振り返ったら駅員さんの近くの壁に貼られていました。駅タグをゲットしました。飛行機と芝山鉄道の電車がモチーフになっています。次の駅までは 3.8 キロ47分となります。おっと、目の前にトンネルが見えてきました。とうとう滑走路の下を歩くような形になります。結構滑走路って幅が広いんでかなり長いのかなと思いながら進んでいきます。歩いていくと途中まっすぐじゃないところで急に明るいところが出てきました。なんだここ、滑走路の途中のはずなのにと思っていたら、なんか地上に出るようになっています。束の間の地上を歩くのもあっという間に過ぎて、また滑走路の下に潜っていくような形になります。歩いていくと結構距離ありますね。どこら辺まで、滑走路が続くのかって思いながら進んでいきます。急に地上に出てきたら高架になっています。ただ柵で覆われていて、なんか左側に見える地上とか駐車場には降りれなそうな感じになっています。東成田駅に到着しました。地図上ではこの辺に東成田駅があるんだなと思ったんですけれども、高架が続いてたんで降りれないのかなと思っていたんですが、ちゃんと入り口がありました。ガソリンスタンドかと思っていたら東成田駅でした。東成田駅で駅タグを探していたら、第2ビルに向かう壁に貼られていました。駅タグをゲットしました。日本一短い芝山鉄道がモチーフになっています。芝山鉄道をゲットしたので、デビューキャンペーンのスタンプをいただくことができました。次の駅までは 3.8 キロ47分となります。昔ここから第一ターミナルに行けたはずなんですけれども、なんでこんな47分もかかるのかなと思っていろいろ駅の周りをブラブラしてたんですけれども、金網で目の前に歩道があるのに出ることができませんでした。後で調べてみると特別な出口があったみたいですね。そっちから出ると、30分もあれば、30分じゃないですね、もっと短く時間で行くことができたらしいです。今回は遠回りして47分をかけて向かうことにしました。成田空港第一ターミナルに到着しました。成田空港駅は第一ターミナルの近くにあるので、成田空港第一ターミナルに入って成田空港駅を探そうと思います。あんまり成田空港駅まで行ったことなかったので、空港の中に入って成田空港駅を探している状況です。緑の窓口の看板の下に駅タグがありました。駅タグをゲットしました。飛行機と成田エクスプレスがモチーフになっています。次の駅までは 9km1 時間53分となります。結構距離ありますね。頑張って歩きましょう。航空レーダーなんですかね、丸いなんか玉みたいなのが建物の上に乗っかっています。ゲートみたいなのがあります。なんか呼び止められるのかなと思いながらゆっくり進んでいきます。普通に通ることができました。延々と歩いてるとオアシスのように見えるセブンイレブンがありました。ちょっと飲み物を補給しましょう。飲み物を補給してさあ出発しましょう。なんか記念碑があったので見てみたら、投げ捨てをやめようという看板でした。上空に
成田空港に向かう JR 線の線路が見えてきました。そろそろ成田駅に着きそうですね。右側に公園が見えています。トイレもあって広そうな公園ですね。ただここがまさかの1週間後の50キロウォーキングで大怪我をする場所、大怪我っていうことでもないですけど、ゴール直前で転んでしまう場所とはこの歩いている時には気づきませんでした。その転んだところのシーンについては別の動画に載っけております。ぜひ見ていただければと思います。成田山新勝寺の表参道に到着しました。成田駅に到着しました。いろいろ探していたら緑の窓口の反対側の壁に液タグが貼られていました。液タグをゲットしました。飛行機と成田山新勝寺がモチーフになっています。今回はここでおしまいです。今回は翌週に柴又から成田まで50キロウォーキングするのにあたって先だって成田の周辺で何か液タグが取れないかなと思って探していたところ、日本一短い柴山鉄道線っていうところに液タグがあるということが分かったので、それを取得しに行ってきました。途中滑走路の下に見えるちょっとした地上の空間ですね、そういうところもあったりとか、普段見ることがない成田空港の、地下ですね、そこを通るっていうところが楽しめました。距離は短かったんですけれども、柴山鉄道の2駅だけの鉄道を感じることができました。成田空港駅から成田駅までは約2時間ずっと歩きっぱなしというちょっと過酷なところもあったんですけれども、空気がきれいなところっていうところもあったので歩いてて楽しかったです。途中1軒だけセブンイレブンがあったんで、まさしくオアシスみたいな感じでウォーキングすることができました。ぜひ皆さんも普通海外に行くときにしか使わないとは思うんですけれども、成田空港を楽しんでみてはいかがかと思います。ではまたどこかでお会いできましたらお声掛けいただければと思います。